大きなが、立体のオブジェになってます。ということにしてるんです。Hi everyone, today I'm at Higashimuko Station in Kyoto. I'm going to visit a traditional Japanese pottery studio. The master here uses an old-style wooden kick wheel. Let's go see his amazing craftsmanship.作業はこの狭い部屋でやってます。試作品が壁にかかっていたり、それから、ここら辺はテストピースであったり、いろんなものを置いてますけれども、本当はもっと広いのが欲しいんですけれども、今はこれでやってます。この中に磁器の泥を流し込んで、石膏が水を吸う性質を利用して、固形化させるという技術で、焼き物の技術って中国、で開発されたものが多いんですけれども、これはフランスで200年ほど前に開発された技術で、磁器を使った量産品の型物とかいうのは必ずこのやり方で作られています。ああ、そうなんですね。この石膏型はこのような作品を作る石膏型ですね。で、ここに磁器の泥を流し込んで、石膏の吸水性を利用して固形化するという、そういう成形方法になります。で、このように型の方に溝が折ってありまして、でそこに、溝に流れ込んだ、磁器の泥が固まってこのような形になるというわけですね。なるほど。これが自作のケロクロですね。これで陶芸をされるわけですね。これで食器類ですね。食器類、はい、を作ります。ご自分で作成された。そうですね。これ自分で図面を描いて、でこの中にはボールベアリングなんかも入ってるんですけど、そういう部品を調達して作ってます。これが電気窯ですね。で今これから焼こうとしているものが一部もう窯の中に入ってます。失礼して、これが今から焼く、はい、あとはこの側も今からこれ釉薬がかかった状態ですね。これ白いですけど、焼いて窯から出す時には
いろんな模様が出るような釉薬になってます。ああ、なるほど。あとはこの札ですね、愛宕山、西山の愛宕山ですね。ここは火の神様ということになってて、京都の台所にもよくありますけど、火の神様ですから、火を使うところにこのお札は京都ではよく書かれてます。ああ、なるほど。ここら辺が釉薬の原料ですね。これらを調合して、自分のレシピの釉薬を作ります。釉薬とは何ですか？釉薬って焼き物の表面にガラス質の、膜ができてますね。素焼きした生地に釉薬を、塗ったり浸したりして表面に粉をつけて、それを本焼きすることによって、ガラス質の釉薬になります。この部屋は物置っていうか、作品であったり試作品であったりで、それからこちらは素焼きですね。これから本焼きをするものですけど、そのようなものであったり、あとはこういう石膏型ですね。磁器の鋳込みという、技法を使うときには、このような石膏型を使います。これはカエルの型ですね。オブジェっていうのは積み重ねられないので、どんどん置くところがなくなってしまいます。ここはもともと趣味の音楽の部屋だったんですけれども、このように真ん中の通路だけ残して、物に埋まっています。ギターすごいですね。ギターは趣味の域出ませんけれども、子供の頃から壁にかかってる変形ギターみたいなのはあれは自分で、黒いのと銀色のは自分で彫刻したものですね。自分で作られたんですね、すごい。やっぱりフライング V はマイケル・シェンかそうですね、マイケル・シェン、あれも自分で塗りました。あれは、白いの買ってきて。すごいですね。これは蛾ですね。大きな蛾、は神秘性を感じるということで、蛾を作ってます。その他自分の、好きな生き物ですね。カエルであったり魚であったりというようなものをこういうオブジェにしてます。この六角形っていうのは、ハニカムっていう構造もありますけど、この自然の構造なんですね。それを生き物の構造をモチーフにした立体のオブジェになっています。で、このような透かし構造のものを作るのは普通は削り出して作るんですけれども、私の場合は鋳込みという型を使った技法でこのような透かし構造を作っています。全部ご自身で作られてて、なんかすごいですね。ではすいません、インタビューよろしくお願いします。お願いします。一つ目の質問なんですけども、電気ろくろがある中であえて自作のケろくろを使われているのには何か特別な理由があるのでしょうか？私は元機械技術者で、そこから転身しましたので、今でも九州とかではケろくろを使う人が多くって、それで作ってみようと思って作りました。それを使ってるうちに、これでいこうかということで、そんなに大きなものは作れませんけれども、ケろくろで、ろくろの、陶器ですけど、陶器の食器なんかはケろくろで作ってます。私はいろんなものを作ってまして、そちらにあるのが、磁器の器ですね。それからその左にあるのは、これはケろくろで作ったこれ陶器ですね。それから、もう少し右の手前にあるのが磁器の、オブジェであったり花器であったりで、それから手前にあるのが、魚わらシリーズというふうに言ってるんですけれども、
魚わらですね、を作ってます。自然と人と自然の関わりをテーマに、作陶していますということを、にしているんですけれども、この海から得られた魚ですね、これに人、の食文化というものが合わさって、で食べられるところを取り除いた、残りが魚わらなわけですけれども、それを陶器で、表現するということをやっています。じゃあすいません。最後に私の動画の視聴者の方々に対してメッセージをお願いします。はい、毎年京都で個展をしていますので、京都にお越しになってぜひご覧いただきたいと思います。京都のどのあたりで個展を開かれてるんですか？今年はですね、平安神宮のすぐ南側にありますギャラリー由比というところで、11月に個展をします。はい、ありがとうございます。動かした方がいい。